婚活で頑張っているのに全然うまくいかない。いい人に全然出会えない。もうこれ以上傷つきたくない。そんな風に悩んでいませんか？その原因は頑張る順番を間違えていることにあります。私がそうでした。私は幼少期の家庭環境や過去の恋愛から男性不信を抱えて生きてきました。一度離婚を経験したバツイチでもあります。悪いことが起こるとすべて私のせいにされたり、3度も浮気をされたり、幸せになれないことを私のせいにされたり、人格を否定されてバカにされるような扱いなどを受けたりしてきました。母からは男性は苦労するものと刷り込みもされてきました。そんな男性不信の私ですが、それでも幸せでいれる生涯のパートナーが欲しいと願っている自分がいました。無理に男性不信を克服しようとするのをやめ、自分に向き合った結果、私は現在43歳で、昨年の42歳の時に夫になる人に出会い、知り合ってから18日で婚約、2ヶ月半で結婚をしました。本当に大切にされて愛される結婚を叶え、私にとって本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送っています。今回は男性不信でバツイチの40代の私が実践してきた3つのステップを包み隠さずお話しします。この3つのステップを踏んだ後、夫になる人を見かけた時、探している人がいたという不思議な感覚になりました。この経験があるので自信を持ってお伝えできます。今うまくいかない原因は頑張る順番を間違えているからで、あなたのせいではありません。あなたの行動は私が行ってきた3つのステップのうちの最後にあたり、必要なステップを踏まずに最後のステップを踏んでいる状況になります。そうすると私のように進むべき方向に進んでいないので、結果が出ず時間だけが過ぎていき、気持ちばかりが焦ってしまいます。その必要なステップと順番は、ステップ1、自分を知ること。ステップ2、自分が本当に望む相手を知ること。ステップ3、相手に出会うための行動をとることです。この必要なステップの順番を聞くと、早く相手を見つけたいのに時間がかかりそう。自分のことは自分でよく知っていると思うかもしれません。まず期間については個人差はありますが、まずは1ヶ月意識して取り組み、ご自身が納得するのに3ヶ月は目安としてかかります。この3ヶ月は長いと感じましたでしょうか？私はこの方法を見つけるのに40年もかかってしまいました。あなたはもう同じことを繰り返したくないと思っていると思いますし、幸せになりたいと思っているはずです。この方法を知れば、私のように一度結婚して離婚をする経験も必要ありません。なので、この3ヶ月は最短で成果を出せる期間だと自信を持って言えます。また、婚活がうまくいっていないこと自体、自分のことを分かっているつもりになっている可能性があります。自分のことを分かっていれば、婚活もうまくいっていると自信を持って言えるからです。この動画では、婚活を頑張っているのにいい人に出会えない、うまくいかないと思っている方へ、3ヶ月で頑張っていた順番を変えて、私が実践してきた大切にされ愛される結婚を叶え、本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送る方法をお伝えします。それでは改めて、私が望む相手と出会うためにしてきた3つのステップがあります。ステップ1、自分を知ること。ステップ2、自分が本当に望む相手を知ること。ステップ3、相手に出会うための行動をとることです。マッチングアプリや結婚相談所での行動は最後の3つ目のステップ、相手に出会うための行動をとることにあたります。ですが、この行動をするためには
あなたが望む相手を知らなければ相手と出会うことができません。また、この望む相手を知るためには自分を知る必要があります。そのため、この順番で行う必要があります。この方法を実践すれば、私が夫と出会えたように、あなたも望んでいる相手と今よりは出会える確率が上がると確信しています。それでは具体的にステップ1から説明していきます。ステップ1、自分を知ることです。ここで実践することは、まず毎日、今あなたはどんな気分ですかを問いかけてみてください。まずどんな気分なのかを自分で知っていただき、それからその気分でいる理由を突き止めてみてください。その突き止めることをすると、ご自身がどのような人間なのか理解が深まっていきます。例えば私のことで例に挙げますと、夫になる人と関係を持つ前に私のことを知りたいと彼が言ってくれたので、彼と私の2人で話をしていたところに知り合いが途中で入ってきてしまいました。その時彼は入ってくることに別にいいですよって誘っていました。私はその場では話を合わせましたが、次の日になっても気持ちがモヤモヤしていました。その気持ちが収まらなかったので、それをノートに書いて解いてみました。ノートを広げ、ペンを片手に自分に、あなたは今どんな気分なのと問いかけます。出てきたことを箇条書きでも何でもいいので書いていきます。私が出てきた気持ちは、悲しい、苛立ち、嬉しかったという3つの気持ちが出てきました。ノートに書いてみると、ネガティブな気持ちの裏にポジティブな本音も隠れていることに気づくことができたりします。それからこの出てきたことを突き止めていくと、悲しいという気持ちは彼に対して私と2人で話したいわけではなかったんだなと思ったことと、別にという言葉にさほど私と話したい気持ちではなかったんだなと思ったから。苛立ちについては、私のことを知りたいって言ってたのに全然違う話をしていて矛盾している行為をしていたから。嬉しかったという気持ちは、私ではない人と話をして彼の知らない一面や知らなかったことを知れたから。このように自分がどんなことにどんな感情を抱いたのかに向き合うことで自分を知ることができます。同じ出来事であっても、あなたはどこに焦点を当ててどんな気持ちになっているのかはあなたにしか分かりません。ここで守らなければならないことがあります。それはご自身のことでなければならないので、自分自身とは異なることであってはならないということです。要するに本音でなければならないということです。それを確かめる方法として、あなたは今どんな気分なのと聞いた後に、出てきた答えに対して本当にと聞いてみてください。出てきたことに対して都度聞いて、心から本当ですと言えるまで聞いてみてください。私ははじめこの問いに対して自分のことなのにどんな気分なのかさえすっと答えが出てきませんでした。自分の本当の気持ちに出会うまで何度もこの本当にを繰り返してきました。涙が出ることもありました。最後にこれが私の本当の気持ちなんだと分かった時は、とても解放されたような感覚があったり、感情があふれてしまって泣き続けたこともありました。人によっては苦しいと感じることもあるかもしれませんが、この問いだけで世界が変わる経験をするかもしれません。でも確実に言えることは、本当のあなたを知らなければ望んでいる相手と出会うことができないので、あなたのペースで構いませんので、ぜひやってみてください。やり方はノートに書いたり、パソコンのメモに書いてみたり、頭の中で処理をしてみたりと、いろいろ試してみて、あなたに合った方法でやってみるのが一番だと思います。私の場合はどうにもならない気持ちに襲われているときは、ノートに書いて冷静にその内容を見てみたり、散歩をしているときに問いかけて向き合ったりしています。とても遠回りに感じるかもしれませんが、望んでいる相手と出会うための行動をするために
ご自身が望む相手を知る必要があるので、まず自分がどんな人間なのかを自分で知る必要があります。そのため3つのステップの中でも最も重要なステップだと言えます。このステップ1を日々行うことで、ステップ2、ステップ3の精度が確実に上がっていきます。本当の気持ちを突き止めることで、誰かの答えではなく、ご自身の答えをご自身で出すことで、確実に自信にもつながり、これからの行動に迷いもなくなっていきます。まずは今日のあなたの気分に向き合ってみてください。また、この取り組みをすることで気持ちの整理ができるので、相手に伝えるときに落ち着いて、相手の気持ちも聞きながら、何が言いたいのかというコミュニケーションもスムーズになります。すぐにできる簡単で大事な質問として、あなたは今どんな気分なのに慣れてきた。または時間が確保できる場合には他の質問にも取り組んでみてください。例えば、どんなことであなたは嬉しい気持ちになるのか。どんなことであなたは悲しい気持ちになるのか。幸せを感じる瞬間はどんな時か。家族との関係で悲しかったこと、楽しかったことなどなど、ご自身を知るための問いは例を挙げればきりがありませんが、これらのことも疲れない範囲で取り組んでみてください。それでは次のステップ2、自分が本当に望む相手を知ることです。具体的に実践することは、現時点であなたが望んでいる人生について無制限にあげることです。自分が望む相手を知ることと紹介しておきながら、自分が望む人生について取り組んでほしい理由は、望んでいる相手はあなたの人生の中の一部で、望む人生の中にその相手が存在しているので、まず望む人生を知る必要があるからです。これはご自身で挙げていったことをご自身の目で見て確認して認識する必要があるので、頭に思い描くだけではなく、ノートやパソコンなどのメモに書いてみてください。問いかけてほしい質問は、例えば、どんな毎日を送りたいか、どんなところに住みたいか、どんな人間関係を築きたいか、ここでどんなパートナーと一緒に過ごしているかも一緒に考えてみてください。こんな相手と一緒にいたい、その相手とどんな関係であなたの人生を歩みたいか、どんなことでも望んでいいので書いてみてください。これがステップ2の自分が本当に望む相手を知ることの内容になります。ここで上げていくときに意識してほしいことは、もっと望んでいいと自分に言ってあげてください。それと、もっと幸せになっていいと言い聞かせてください。どうしても現時点から望みを書いてしまうので、現実的になりやすい傾向があります。望んでいる人生を現実的に考えてしまい、書いた後の気持ちが大変そうだな、不安だなと思うことではなく、楽しい、嬉しいと気分が良くなる内容を書いてください。私自身、母を見ていて、人生は苦労するものと刷り込みがされてきてしまいました。そして母はがんで亡くなってしまいましたし、無職で引きこもりで DV の父に対して恨みを持っている状態でした。私は絶対に同じようにはなりたくないと思っていました。一度目の結婚で夫は DV ではなかったし、引きこもることもなく働いていました。ですが、どんな家庭を築きたいのかという望みを考えていなかったのです。結婚してみて夫婦で幸せになれればいいと思っていたのですが、幸せって何だろうという細かな部分の望みを自分で理解していなかったのです。自分で理解していなければ自分が幸せになれないと確信しました。望む幸せについて考えるときに、どうしても幸せになっていいのかなと思ってしまう自分がいることに気がつきました。もっと望んでいいと言い聞かせても罪悪感のようなものがありました。その原因についても
ステップ1の方法で問いかけてみると、母を見ていたからということが分かりました。ですが、私が母親の立場で、子供が本当はこんなことがしたいという望みがあるのに、それをしない原因が親のせいなんて、ものすごく親不孝者だと思ったんです。だから、すべての望みを叶えてほしい、幸せになっていいと自分に優しく言うことで、自分の本当に望むことを知っていくことができました。なので皆さんも、このもっと望んでいい、もっと幸せになっていいと自分に言ってあげてください。例えば実際に私が書いたことを例に挙げますと、1年の半分は海外で生活、自然が美しいところで空気がおいしいところに家がある、木の家で平屋、外にシャワーがついている、新しいことに出会い続けてたくさんの人と笑って過ごしている、ゆっくり過ごす時間と刺激的な時間がある生活を過ごして人を喜ばせ続ける生活、一緒に過ごすパートナーは家族思いで私に一途、心から愛し合っている仲、子供ができなくても2人で楽しんで過ごせる人、体型を維持するためにトレーニングをしていて一緒に魅力的でいるための努力をしている、一生恋人のようにラブラブな仲、お互いやりたいことを全力で支え合う仲などです。これは私の例で、人の数だけ望みの内容が違うので、先ほど言ったようにもっと望んでいい、幸せになっていいとご自身に言って楽しみながら無制限に書いてみてください。ご自身でもういいかなと思うところで止めます。一度書いたらそれで終わりではありません。後でもっと気分が良くなる内容が浮かんだら、その都度アップデートしてみてください。ステップ2ではとにかく楽しむことがコツです。それでは最後のステップ3、相手に出会うための行動をとることです。ステップ3で実践することは、ステップ2で思い描いた望んでいる人生に向かって行動をすることです。あなたの望む相手はあなたの望む人生の中の一部なので、出会うためには望んでいる人生を送る必要があるということです。具体的に私の場合で例えると、1年の半分は海外で生活。今は1年の半分は難しいかもしれないけど、リモートワークができる仕事にして1年に2回合計4ヶ月は海外で過ごすように行動してみる。新しいことに出会い続けてたくさんの人と笑って過ごしているについては、海外に行く機会を増やすことで新しいことに出会い続けられる。ホームステイをしていれば必ず人と話し、新しいことを話せば笑って過ごせる。また自然が美しいところで空気がおいしいところに家があるについては、自然が美しいところを探して実際に行ってみる。木の家で平屋、外にシャワーがついているは、イメージしている平屋に近いデザインをネットだったり実際の物件を探してみるという具合に、望んでいる人生の方向に少しでも行動を起こし続けます。この行動の中に相手を探していないのではないかと疑問に思ったかもしれません。この望む人生に向かって行動をしている中で、あなた自身がとにかく楽しんでいる時に出会うことができます。この行動をとっている時には、望んでいる相手についても思い描いていて、ご自身で認識もされているので、高確率でその相手と出会うことができます。マッチングアプリや結婚相談所を利用されている方であれば、自分の望む人生の会話が楽しめる場所であったり、人を選んで行動してみてください。私の場合はマッチングアプリも少しの間利用したことがありますが、ステップ1、ステップ2を実践していくうちに、私の望む相手はアプリにはいない人と分かってしまったので、すぐにアプリを退会しました。自分のやりたいことに集中していた時に、今の夫が突然現れました。
不思議なのですが、話もしていない、声も聞いていないのですが、姿を見ただけで探している人がいたとなりました。望む相手とは異なる人と出会うと、すぐに判断ができるようになりますし、眼中にも入らなくなります。必要な物事だけが目に入ってくるようになってきます。また、望んでいる人を思い描いているので、出会った際にどうしてあなたがいいのかという説明も早く、迷いもなくなります。そのため、結婚するまでの時間も早くなります。これが私が望む相手と出会うためにしてきた3つのステップです。遠回りに思われるかもしれませんが、望んでいる相手を知るには、まず自分を知る必要があり、自分の望む人生を知らなければ、その相手を知ることもできず、見つけることが困難になります。今回の内容をまとめると、この3つのステップ。ステップ1は自分を知ること。ステップ2は自分が本当に望む相手を知ること。ステップ3は相手に出会うための行動をとること。この3つをすることで高確率で望む相手と出会うことができます。私はこの方法で楽しみながら自然に出会うことができ、出会った時に迷うこともありませんでした。焦りもなく不安にも思わずに夫に出会えているのです。今あなたが望んでいる相手に出会えない、うまくいかない原因は、あなたがご自身のことを知らずに、まずは出会ってみるという婚活をされて、次こそはと頑張っていたことにあるかもしれません。何もしないよりはましで、いろいろな方に出会うこともできるかもしれませんが、あなたの心はいつまで続くのだろう、いつまで繰り返すのだろう、出会えなかったら一人なのかなと不安が募り、疲弊している未来も想像できます。もしこのままフィーリングがあってお付き合い、結婚をしたとしても、後々相手と気持ちがずれてしまって結婚生活がうまくいかなくなる可能性もあると思います。実際に私の1回目の結婚がそうでした。私と同じようになってほしくないという気持ちと、一人でも多くの人が本当にあなたが望む幸せな人生を送ってほしいという気持ちでこの動画を発信しています。まずは一度この3つのステップを落ち着いて実践してもらい、頑張っている方向を変えていただくことで、少なくても私のように苦しむことはないと思います。今日からご自身の気持ちと、どうしてそのような気持ちになっているのかを知ってもらいながら、望んでいる人生とその人生の中の相手をイメージして、少しずつでも望む人生に向けて行動をしてみてください。これまで私が実践してきた3つのステップを知ってもらいましたが、一日でも早く相手に出会うためには今からでも始めてほしいです。マッチングアプリや結婚相談所を利用している場合には、アプリを開く前にまずは数分だけ自分の気持ちを聞いてあげるというように、今の行動にプラスをすることで無理なくまずステップ1を始めることができます。もしかしたらこの手のワークをすでにやってきたという方もいるかもしれません。でも現実は変わらなかったと思っている方は、やり方が間違っていたり誤解があるのかもしれません。ご自身に合ったやり方であったり、気持ちの向かい合い方、続け方、前向きに取り組める方法などなど、原因は様々にあるかもしれません。またこのステップについて詳しく知りたい方や、一人ではどうしても不安になってしまう方のために、3ヶ月でご自身の力で自立して望む相手と出会うための準備を一緒に行う、大切にされ愛される私になるための3ヶ月プログラムをご用意しました。あなたのお悩みに合わせて、あなたに合わせた個別のサポートです。また私は男性不信なので、私だからわかることもあるかと思います。まずはあなたのお悩みをじっくり聞きたいので、遠慮なく概要欄のインスタグラムの DM へ
メッセージを送ってください。内容が合えばすぐにチャットをしましょう。これまで動画をご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただければ幸いです。本当に皆様に一人でも多く幸せになっていただきたいと心から願っています。それでは失礼します。